スマニアに行ってチャンスをつかみに行こうって思いました。その仕事はストロベリーピッキングです。スーパーバイザーにもっと早く取れ、もっと早く切れっていう風に常にせかされていました。それでも数週間の間は毎日ストロベリーファームまでの移動手段に悩まされてました。一人ぼっちでホステルの中でパソコンと向き合っていました。その結果、僕らの元に奇跡が訪れました。それはチェリーシーズンの到来です。実は僕らが住んでいたホステルのすぐ近くにレイドフルーツっていうタスマニアチェリーで一番有名な会社のパッキングの工場があったんですよ。しかもその距離が歩いてたった15分だったので、ここで働ければ仕事の問題も家の問題も全部解決するって思って、何としてもそこでの仕事をゲットしたいと思ってました。マネージャーに話を聞いた時は、クリスマスが終わってから仕事が始まるだろうって言われて、ちょっと気が遠くなってましたが、予定よりも2週間も早く仕事が始まりました。チェリーパッキングはベルトコンベヤーから流れてくるチェリーをひたすら仕分けする仕事なので、せかされることなくちゃんと時給分の給料がもらえる美味しい仕事でした。景色が変わらないから退屈に感じたり、指先がめっちゃ冷たくはなりますが、イヤホンして音楽を聴きながら仕事ができたので、日本では絶対できねえだろうなって思うぐらい、悪くない仕事でした。さらに幸運なことに、去年もレイドフルーツでパッキングの仕事をしていた人にこう言われたんですね。お前もエクスポートチームにならないか？レイドフルーツでの仕事は意外とたくさんあって、その中にあるエクスポートチームではオーダーに合わせて箱詰めされたチェリーをパレットに積んで海外へ出荷するための最終準備をするポジションでした。いろんな作業があるから飽きが来ないし、仲間とコミュニケーションを取りながら進めていくから英語の勉強にもなりました。そんな感じで仕事で満足感を得たことでプライベートも楽しめるようになりました。クリスマスパーティー参加したり、大晦日に天ぷらあげてキャンプファイヤーをみんなで囲んで年を越したり、初日の出を見に行くために山へ登ったりと、楽しいことの目白押しでした。ちなみに余談なんですけれど、この初日の出を見に行くために行きと帰りでウーバータクシーをそれぞれ予約したんですけれど、帰りの予約がキャンセルされて山の上にみんなで取り残されてしまいました。必死に別のバスやタクシーなどを探したのですが、なんせ元旦なのでどこもかしくもやってません。逆によく行きの車キャンセルされなかったなって思いますけどね。でそんなこんなして同じホステルで車持ってる人が迎えに来てくれて、一緒にいた何人かはその車で帰れたんですけれど、あと2人どうしようってなりました。そしたらまたしてもあの日本人の女の子がヒッチハイクで乗ってくれる人いたよって、嘘やんってなりました。でその子と2人で近くの町で降ろしてもらって、バスでなんとかホステルまで帰れました。もう2025年の初日から波乱万丈でめっちゃ面白かったです。これ以外でも住んでたホステルを追い出されたり、裏話は山のようにあるんですけれど、ちょっと動画では語り尽くせないので、興味がある方は僕に直接会った時に聞いてみてください。で、2025年が明けた後にあったビッグイベントが僕の誕生日パーティーです。でシドニーにいた時にいっちゃん仲の良かった友達が自分の誕生日パーティーを開いてて、30人から40人ぐらいがアパートの一室に集まったことがあったんですよ。でそれを見て、いつか自分でもこんなでかいパーティーやってたくさんの人に自分の誕生日を祝ってもらいたいなって心の奥底でずっと思ってたんですよ。でせっかくホステルで広い場所も使えて知り合いがたくさん集まれる環境があるんだから、これは大々的に誕生日パーティーを開く絶好のチャンスだと思い、誕生日パーティーを開きました。こんなたくさんの人が僕のために集まってくれて、お酒や食べ物などをわざわざ用意してくれたり、プレゼントで祝ってくれたことを今でも覚えてます。しかも誕生日当日も仕事だったんですけど、その昼休みにサプライズでエクスポートチームのみんながケーキやドーナツを用意してくれてて、いや28歳独身ワーホリ男になってもなお泣きそうになりました。その自分の誕生日の後も友達の誕生日パーティーを手作り唐揚げで祝ったり、新しく知り合った台湾の友達と一緒に旧正月を祝ったり、土ホタルが綺麗な洞窟やビーチに行ってタスマニアを満喫しました。ただ楽しい時間はあっという間なもので、チェリーのシーズンも徐々に終わりを迎えていって、次々と友達がタスマニアから去っていきました。僕も2月初めにビザが切れるタイミングで日本へ一時帰国
する予定だったので、ホステルを去る前にお好み焼きパーティーを開いたり、フライト前日にはジャパレスでお別れ会を開いてくれました。いや、最初タスマニアに来た時はあの選択は間違ってたんじゃないかって心底後悔しましたが、気がついたらオーストラリアで一番の思い出になっていました。次のシーズンもタスマニアへ行って、今度は車を持ってきて、車じゃないといけないような場所に仲間たちと一緒に行きたいなと思っています。最後にワーホリに来て良かったこととセカンドビザでやりたいことについて軽く喋って、ファーストワーホリの振り返りを締めくくろうと思います。もちろん日本よりお金が稼げたりとか英語の上達っていう実感しやすい形の良さもあるんですけど、個人的に一番いいなって感じたのは、いろんな人と関わって考え方や自分の興味が広がっていったことです。家やホステルにはシェアメイトがいて、仕事先には仕事仲間がいて、街やコミュニティに繰り出してみれば新しい出会いがあって、そこで知り合った人たちと遊びに行ったりご飯を食べに行ったりしていると、少しずつ自分が何をして生きていきたいか、逆に何をしたくないのかが分かってきます。何よりその土地その土地でできた友達とまた別の場所で再会できた時の喜びは計り知れません。セカンドビザでもそんな経験をもっとたくさんしたいなって思ってます。そんなわけでセカンドビザの前半は1年目には行ったことなかった場所に行ってファームジョブをして、後半は1年目と同じようにグレインコープで働いてからチェリーシーズンに合わせてタスマニアへ今度は車を持って行こうと思います。ということで長くなってしまいましたが、ファーストワーホリ振り返り動画を見ていただきありがとうございました。今後も僕のチャンネルではオーストラリアでのワーホリ生活を通して海外でのサバイバル術について一緒に学べる動画をアップしているので、ためになると思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you again! Oh, Everything is melting. oh, melting. Yeah, please.